all'onda, umi no nami, mantecatura, mantecatura, mantecatura。皆さん、こんにちは。本日、かぼちゃを使って秋の味覚を堪能するリゾットcon la zucca e gorgonzola をご紹介したいと思います。そうですね、かぼちゃのイタリアの伝統的な料理といえば、ラビオリ con la zucca、冷たパスタと、スープ系のパステズッカと、リゾットです。今日は日本米を使って、作ってみたいと思います。日本米を使ったら皆さんもっと挑戦しやすいかなと思います。ちなみに昨日 YouTube ショートのため日本米を使って、同じ料理を作ったんですけどめちゃめちゃ美味しかった。ただちょっと炊き方を気をつけなければならない。じゃあいつも通り愛を込めて料理を作っていきましょう。まるちゃんのリゾットcon la zuccaのレシピだったら下ごしらえとしてかぼちゃのピューレとゴルゴンゾーラのソースを作らなければならないんですけど、両方5分で作れるので意外に簡単です。あと、ゴルゴンゾーラとかぼちゃとても合います。皮揚げの肝にポン酢ほど合うのでぜひ試してみてください。ブルーチーズがお苦手な方いらっしゃったら、ゴルゴンゾーラの代用としてタレッジョチーズを使うことをおすすめします。よし、鍋にゴルゴンゾーラ入れて生クリーム入れて火にかけて沸騰したらミキサーにかけます。もちろんほんの少しソルツを入れた方がいいと思います。ここはコーンスターチ、小麦粉など一切入れなくても大丈夫。絶対 100% は分離しない。ただ加熱しすぎないように気をつけなければならない。だからほら見て、これ今ちょっと沸騰がし始めてるのですぐ火を消してミキサーにかける。今ちょっとよろく感じるかもしれませんが、冷えたらとろみが出ます。こすい強もないです。よし、お次かぼちゃのピューレでございます。もっと最終的にあっさりに仕上げられるためにソフリットなしで作ります。現代風のリゾットはこったりしてない料理です。皮をむいて火入りやすくするために薄くスライスします。玉ねぎも薄くスライスして鍋にかぼちゃ、玉ねぎとお水ともちろんほんの少しソルツで蓋して火にかけて5分ほど炊きます。そうですね、リゾットを食べるとき、高級のかぼちゃの食感も感じたいので、お米の粒のような大きさにかぼちゃをカットします。かぼちゃはね、うまいね。でも秋だったら美味しいものが溢れてるね。だから天高くうまく言うわけやね。イタリアやっぱり夏かな。お米の粒、より大きくカットすると、盛り付けするときがなんかあんまりきれいに盛れない。
甘くて美味しい。まあ、かぼちゃのピューレなんですけど、濃度とか味あまり気にしなくても大丈夫です。こす必要もないです。後で、リゾットを作るときに調整します。よし、ようやくリゾットを作りましょう。鍋に2音前入れて、ほんの少しソルツして火にかけてトーストします。トスタトゥーラ。まあトスタトゥーラなんですけど、物理的にただ鍋を振ってお米の粒をしっかり、トーストすることです。トスタトゥーラをすることによって、お米の風味がもっと深くなると言われています。しかも特に日本米だったら、しっかりトスタトゥーラしたらなんかもうちょっとアルデンテに仕上げられるかなと思います。熱い。いいな。お湯を出します。混ぜながら炊きます。そうですね、日本米でんぷんが多いので当たらないようにしっかり混ぜましょう。炊く時間半分になったらかぼちゃのピューレを足します。で、炊き方についてなんですけど、沸騰を守るために、お水じゃなくてお湯ちょっとずつを足します。そうしないと温度の格差が激しければしっかり炊けないからです。アルデンテになる3分前に、炊き始めてからだいたい13分経ったら合計のかぼちゃを入れます。ちょっと塩水なのでソルツにします。もうそろそろいいかな。美味しい。いい感じ。よし、アルデンテになったら火を消してお酢を入れて蓋して2分を休ませます。そうですね、最終的の水分の調整はちょっと難しいと思うんですけど、だって緩すぎたら、しっかりマンテカトゥーラできないクリーム状にならないんですけど、逆に硬すぎたらなんかすぐ、ギュッとになってしまうんですけど、概要欄にお湯の分も載せてありますので、ぜひご参考になれば幸いです。お米によってはちょっと違うと思うんですけど、だいたいこのぐらいでいいかなと思います。といっても練習するのは何よりです。愛を込めてね。よし、喋りすぎてすいません。佳境に入ります。蓋を開けて、ブロとパルミジャーノ、いわゆるうまみを入れて軽く混ぜて、愛を込めてマンテカトゥーラします。マンテカトゥーラ。ほら、波の海の波、アロンダ、海の波。マンテカトゥーラ。
クリーミーやね。上にはゴルゴンゾーラソースをかけて、いただきます。あー、おいしい。秋ですよね。おいしい。日本米はおいしいよね。リゾットでもぴったりですよね。ただ、イタリア米、カルナローレを使ったら、もっとお米の粒、噛み応えとか残るんですけど、おいしい。味的にはもう脂分のない。ぜひ皆さん試してみてください。最後までご覧いただき、幾重にも感謝を申し上げます。